皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは、優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは、久しぶりに私自身のことについてお話ししていこうと思います。今日お話ししていくのは原動力についてなんですけど、皆さん原動力っていう言葉聞いたことがありますかね？これは何か新しいことを始めるときだったり、何かずっと続けていくこと、始めたことを続けていくために、自分の中にある力というかエネルギー、こういったものを原動力っていう風に言うんですけど、この前友達にですね、私の原動力、仕事とか勉強とかダイエットに関する原動力がどこから来ているのかっていうふうに聞かれたんですね。でも私は正直自分の原動力がどこから来てるのかあんまり考えたことがなかったんですね。なんですけど友達に聞かれて、自分はどういうことをモチベーションにして、どういうことをエネルギーにして、勉強、仕事、ダイエット、何でも頑張れているのか、そういうのを考えてみたので、今日はそれについてお話ししていきたいなと思います。2025年ももう少しで終わってしまうんですけど、この1年でかなり私の考え方とか、仕事に対する思いとかが変わったので、そういった部分も少しお話ししたいなと思います。では皆さんも自分の原動力は何か、一緒に考えながら最後まで楽しんでいっていただけると嬉しいです。では早速原動力についてお話ししていくんですけど、まず最初に私は結構昔から、今はかなり変わったんですけど、昔は本当に何も続けることができなかったんですね。趣味も続けることができないし、お仕事も結局会社員もすぐ1年くらい ?1 年ちょっとで辞めたり、そういった風に、何も続けることができない性格だったんです。すぐに飽きてしまって。なんか最初は楽しいって思ってやる気に満ち溢れていても、数年経ったり数ヶ月経ったりしたら飽きてしまう。もう嫌になってしまってすぐにやめてしまうっていうことがよくあったんですね。そして少し前までは正直そういうふうに小さい頃に諦めてしまったこととか、会社を辞めてしまったこととか、そういうことに対してなんでもっと長く続けられなかったんだろうとか、後悔することが結構あったんですね。でも、もうね、そういう後悔は一切なくなったんです。昔のことに対して、あの時こうしておけばよかったとか、もっと続けておけばよかったとか、そういうふうに考えることが本当になくなりました。で、これがなんでかというと、一つ目はすごく簡単なことで、もうなんか昔のことを見てもしょうがないなって思うようになったんですね。なんか前まではずっとずっともう過ぎてしまったことだけのことを考えて後悔することが多かったんですけど、人間ってどう頑張っても昔に戻ることってできないなっていうふうにやっと自分の中で気づいたんですね。もちろんそのタイムトラベルができない、タイムスリップできないっていうことは分かってたんですけど、心の中でなんか昔に戻れたらいいのにとか、そんな風に昔のことを考えてしまうことっていうのはよくあったんですね。でもそんな風に昔のことばっかり見てても戻ることはできないんだし、それなら今この瞬間、今生きている瞬間を大切に、これからの未来のことを考えようっていう風に考えるようになったんですね。で、それが結構自分の中で起こった一番大きいことだったんじゃないかなって思ってます。で、他にももう一つあって、その後悔しないようになった理由っていうのは、全部自分で選ぶようになったんですね。
これはどういうことかというと、この YouTube のお仕事も、日本語教師のお仕事も、誰かに言われたわけじゃないんですね。全く。誰かに何か言われて始めようって思ったことじゃなくて、むしろ周りの人からはあんまり理解されないというか、家で働くっていうことに対して、あんまり理解されないこともあったし、もっとちゃんとした働き方をしなさいって言われたこともあったんですね。でも、それでも私はそういう言葉をすべて無視して、今こうやって YouTube と日本語の教師をしています。こういうふうに自分で決断した。自分で私はこれをするっていうふうに決めれるようになったのっていうのも、そういうふうに後悔しないようになった。そして長く長く続けれるようになったきっかけだと思います。正直小さい頃はもう何もかも私は誰かに言われて始めてたんですね。例えば友達がやってるからとか、親にやってみなさいって言われたからとか、そんな風に周りがきっかけで始めることっていうのがすごく多かったんです。なのでやっぱり何も続かなかったんですね。自分の意思で始めたことじゃないから、やりたいっていうモチベーション、そういうエネルギーも湧いてこなくて、結局最後まで続けることができずにやめてしまうっていうこともよくありました。その中でも唯一私がやりたくてやっていた水泳があるんですけど、その水泳はやっぱり自分で決めてたから、昔の私にでも10年ぐらいかな、結構長い間続けてたんですね。で、やっぱり水泳をやめた今でも自分が好きなことだったから、今でも海に行くことは大好きだし、そういうふうにやっぱり自分自身がやりたかったこととか、自分自身が楽しいって思ってやっていることっていうのは、水泳とか今のお仕事みたいに、私は本当に長く楽しく続けることができるんですね。私は正直性格上自分が納得できなかったら本当に続けることができない。私自身がこれが好きだとか、これが楽しいとか思わないと結局やめてしまうっていうことがすごくすごく多くて。で、会社員をしていた時も正直今より精神的にも身体的にも楽だったんですね。指示されたことだけやって、お仕事が終わったら家に帰って、もうあとは仕事のことなんて考えずに、もうパーッと遊ぶだけ。好きなことをして、好きなものを食べて、好きな映画を見て、のんびり過ごすだけだったので、正直今よりも精神的にも身体的にもすごくすごく楽でした。それでも会社員を辞めたのは、やっぱり楽しくなかったからなんですね。私はあんまりそうやって言われたことを毎日同じことをこなすっていうのが私にとっては向いてなくて、私にとってはちょっと難しかったんですね。やっぱり仕事っていうのは一日の中でというか人生の中で大半を占める部分だから、私は自分がやりたいこと、ちょっと辛くても自分が楽しいって思えることをやりたいなって思うようになったんですね。それがきっかけで会社員も辞めて、で、オーストラリアにちょっと留学に行って、で、帰ってきて日本語教師を目指したっていう形になったんですけど、もちろんその中でやっぱりエネルギー、原動力を必要とする場面は何回もあったんですね。日本語教師の資格を取るためにも本当にたくさん勉強したし、で、やっぱり勉強を続けるのも私は楽しいって思えること。この楽しいって思う気持ちが私のエネルギーになってたんですね。だから、1年ぐらい独学で一人で机に向かって勉強しても耐えれたんです。楽しかったので。なんでかわからないけど、日本語の教師になるための勉強をすることがすっごく楽しかったんですね。
で、日本語教師になるための勉強って、実は日本語の勉強ではなくて、その教育心理学とか歴史とか、そういうね、結構、まあ、心のこととかについても勉強する必要があったんです。あとはさっきも言ったように、日本語教育がどういう風に始まって、今の日本語教育の形になったのかとか、日本語に関する知識じゃなくて、教師になるための知識を勉強する必要があったんですね。でもやっぱりそれも私にとってはすごく楽しかったので、嬉しいことに。なので、その楽しいっていう気持ちがあったからこそ、最後までやりきることができて、無事合格して、今楽しい毎日を送ることができてます。でも正直フリーランスとして働く中で壁にぶつかる瞬間っていうのはたくさんたくさんあるんですね。まあもちろん一番大きなことは安定していないっていうことです。安定していない。毎日不安なんですね。本当に。お仕事がなくなったらどうしようっていう不安があります。でも正直、初めてこの話はするんですけど、私はこのフリーランスとして働いてるけど、いつでも辞める覚悟はあるんですね。辞めてまた会社員に戻る覚悟もあるし、辞めて、普通に日本語教師としてもう学校の先生になる、学校で就職するっていう覚悟も持ってます。なんでかというと、やっぱりフリーランスって狭いもんじゃないですか。狭い道ですよね。もう、そんな、誰もがフリーランスとして成功するわけじゃない。誰もがフリーランスとして生きていけるわけじゃないので、私自身も毎日不安と戦いながら頑張ってるんですけど、でも不安でもこうやって1年以上続けられているのは楽しいっていう気持ちだけじゃなくて、もういつでもやめれるっていう覚悟があるからなんですね。これがなかったら私は正直 YouTube を始めようとも思ってなかったと思うし、仮に始めてたとしても1ヶ月とかでやめてると思います。だって正直私の経験上会社員の方が安定はしてるので、なんて言うんだろう。精神的には楽なんですね。心配しなくていい、将来のことを。でも、フリーランスはもう一生心配。毎日毎日不安がつきまとった中で働かないといけないから、辞める覚悟っていうのを持ってる必要があるんです。でも、これがあるからこそ私は続けることができてます。これもエネルギーになってるんですね。ちょっとエネルギーと関係していないように見えて関係しているというか、なんかその辞めても大丈夫、日本語学校に就職しよう、会社員に戻ろうとか、そういうたくさんの選択肢があるからこそ、今、なんか不安になりすぎないというか、もう誰も YouTube 見てくれなかったらどうしようとか、生徒さんがいなくなっちゃったらどうしようとか、そういう心配をしすぎることっていうのがないんですね。この覚悟があるから、やめる覚悟があるから、正直、そんなに心配しなくても大丈夫。もちろん心配だけど、なんとかなるでしょうっていう気持ちがあるから、こうやって YouTube とかを続けることができてます。安定していなくても、この覚悟があって安心できるからこそ楽しめるんですね。今の仕事を。で、この楽しめるのが原動力、エネルギーになって、もっともっとこの YouTube の仕事、このオンラインの日本語教師の仕事を続けることができたらいいなっていうふうに思ってます。そういう全部不安とか覚悟とか全部全部がつながって楽しいっていう気持ちにつながってるんですね。なので、この楽しいっていうエネルギー、原動力を生み出すためには、ある程度の不安とかストレスも私にはあるし、でもこれがあるからこそ、今もっともっと頑張れてます。なので、私は結構そういうふうに、原動力は感情なんですね。
夢とか目標が原動力になっている人っていうのもたくさんいると思うんですけど、私はそれよりも自分の中から湧き出てくる気持ち、楽しい、嬉しい、頑張りたいとか、そういうものが原動力になってます。他にももう一つ皆さんに言いたいのが、皆さんのコメントですね。皆さんのコメントは本当に私の大きな原動力です。正直 YouTube って視聴回数とかを気にする人が多いと思うんですけど、私は正直視聴回数をそんなに気にしてないんですね。なんでかというと、私は視聴回数で、みんな楽しんでくれてるんだなって思うよりも、みんながコメントしてくれて、この動画楽しかったとか、面白かったとか、新しい単語勉強できましたとか、そういうふうに伝えてくれることが嬉しいんですね。で、それを見て私は、何か皆さんのためにできてるんだなっていうのを実感できるし、それでもっともっと頑張ろうっていう風に思えてます。なので私が YouTube とか日本語教師を頑張れているのは、もう本当に皆さんのおかげなんですね。皆さんのコメントはもう私にとってすごくすごく大切なもので、なので私はコメントにできるだけ返事をするようにしています。もちろん全部コメント返せてるわけじゃないんですけど、私は皆さんのコメントを読むことが大好きで、それがすごくすごく楽しくて、で、それに対して返事をするっていうのも楽しいんですね。なのでやっぱり私にとって何かを頑張る原動力っていうのは楽しいっていう気持ちなんです。もう皆さんが喜んでくれて、それが私の楽しいっていう気持ちにつながって、もっともっと頑張れるっていう感じなんですね。で、さっき言ったように目標とか夢を原動力にする人っていうのもたくさんいると思うんですけど、私の場合本当に夢がないんですね。大きい夢っていうのがなくて、小さい夢というか、こういうのがあったらいいなみたいなのはあるんですけど、本当に今パッと思い浮かんだ夢は、明日のクリスマスイブにケーキをいっぱい食べることです。それが私の、楽しみなことなんですね。それが私の夢。もうこんなことしかなくて、私の夢は。なので、夢とか目標は私にとっての原動力、エネルギーではないんですけど、私は感情だし、皆さんの中にも同じように感情が原動力になっていたり、夢が原動力になっている人もいると思います。それは本当に人それぞれ違っていい、みんな違ってみんないいっていうことなので、皆さんの原動力を見つけてもらえたら、すごくすごくいいんじゃないかなと思います。で、今お仕事のお話をしたんですけど、私は仕事だけじゃなくて、勉強もダイエットも全部全部楽しいっていう気持ちから続けることができてます。英語を使って誰かと話すことができるっていうこととか、映画を見れるようになること、YouTube を理解できること。で、ダイエットに関しては、朝起きた時に自分の体を見て、今日の体好きだなって思えることとか、あとはいつもいつも頑張ってるからこそ、2ヶ月、3ヶ月に1回のチートデーがめちゃくちゃ楽しいんですね。なのでやっぱり楽しいっていう気持ちが私にとってすごくすごく大切なエネルギー、原動力になってます。今日はこんな感じで私の原動力についてお話ししたんですけど、いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？皆さんの中にもたくさんたくさんいろんな原動力があると思います。なのでぜひ、コメント欄で皆さんの原動力、どんなことをモチベーションにして頑張ることができているのか教えてもらえるとすごく嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。
今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。